さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、タルトにもなる、クッキーにもなる万能レシピ、こちらご紹介したいと思います。ぜひ最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。薄力粉、これお塩ですね。で、粉糖と無塩バター、アーモンドパウダーと卵1個、これで作っていきます。はい、じゃあまず材料ですね。これ薄力粉とアーモンドパウダー、あとこれお塩なんですけど、これを全部一緒にふるっていきます。で、今回は薄力粉なんですけど、これなんで薄力粉かっていうと、これクッキーのベースになるんですね。で、薄力粉以外に中力粉っていうのと、あと強力粉っていうのがあります。で、強力粉をいっぱい入れると、結構ガリガリのザクザクとした食感になります。なので、今回は薄力粉です。うどんとかは皆さん中力粉っていうので作るんですけど、クッキーは薄力がいいと思います。で、もし、ザクザクの食感にもっとしたいわっていうのがあれば、例えば半分とか 20% ぐらい強力粉にするっていうのも一つのアイデアだと思います。まず入れて、粉は絶対全部が混ざってなきゃいけないので、混ぜてください。これアーモンドパウダーですね。アーモンドパウダー皆さんちょっと揃えるのハードル高いと思うんですけど、アーモンドパウダー入れてるのは、結構クッキー自体が香ばしくなって、ややしっとりします。だから味わいのために入れてるんですね。で、これを入れたくないっていうか、もうちょっと揃えるのが手間だっていうのがあれば、薄力粉に置き換えちゃって全然大丈夫です。そうすると、そのしっとりさと香ばしさがなくなって、まあ普通のクッキーのこうサクサクとしたような状態のクッキーができます。それだとちょっと僕は味気ないと思ってるんで、アーモンドパウダー入れてます。で、あとこう、お塩ですね。お塩があるんですけど、お塩も必ず入れてください。塩が入ってない料理って全然美味しくないと思うんですけど、クッキーも塩を入れることによって、これ旨味になるので、必ず入れてください。この後から入れるっていうのが結構ポイントです。バターに入っている有塩バターのお塩じゃダメです。あれだとバターの量をコントロールできなくて塩の量決まっちゃうので、できれば塩は後入れで、バターは無塩バターを使ってください。はい、振るい終わったんですけど、これですね、ちょっと見えづらいんですけど、これまだね、完全に混ざってないんです。なので、粉類は必ず3回ぐらい振るってください。振るいたい理由は、この3種類の粉を均一に混ぜたいからです。これをやっとくと失敗しづらいので、必ず振るようにしてください。この後2回振るっておきます。はい、これボウルに入ってるのバターなんですけど、バターはなるべく柔らかい状態ですね。こういう、カチカチだと、この後砂糖を混ぜていくんですけど、全然混ざらないので、結構ポイントです。こういう、なんていうんですか、柔らかい状態。これで用意しておきます。はい。バターの状態が柔らかい状態になったら、もしバターが硬かったら、少しレンジで温めてもいいんですけど、絶対溶かしちゃダメなんですよ。なるべく常温に出して、溶けちゃったら最後なんで、常温に出した状態で、この柔らかい状態まで持ってってください。じゃあ、ここに粉糖ですね。粉糖入れます。で、バターの中には、14% ぐらい水分が入ってるんですよ。で、その水分に、このお砂糖を吸ってもらうようなイメージですね。なのでこうやってちょっと押し付けて、なじませていきます。別にこう、ガチャガチャ泡立てる必要はないです。じゃあ今回お砂糖を、粉糖にしてるんですけど、粉糖もいろいろ種類があって、なんかコーンスターチが混ざっちゃってたりとか、なんかオリゴ糖って別の糖が入ってたりとかするんですけど、なるべく純粉糖って言って、砂糖をこう、細かくパウダーにしただけの粉糖がおすすめです。そうするとマカロンとか他のお菓子も失敗しづらいと思うので、必ず粉糖を使ってください。じゃあ、グラニュー糖とかじゃダメなのかっていうと、グラニュー糖って細かくしたものが粉糖なんですね。なので、グラニュー糖でも大丈夫です。でも、グラニュー糖はちょっと粒があるんで、少し溶けづらさがあります。なので、グラニュー糖も実は種類があって、粒子の細かいグラニュー糖と粗いグラニュー糖があるので、なるべく細かいものを使ってもらった方がいいと思います。はい、これ今混ぜてってるんですけど、じゃあ砂糖のお話で、お家にある三温糖とか上白糖とか皆さん使うと思うんですけど、上白糖は、天下糖っていう、ちょっとね、甘いペーストみたいな、上白糖にはビスコっていう天下糖が入ってるんですけど、天下糖が入ってると結構しっとりします。クッキーの生地が。で、さらに焼くと結構茶色く色づきやすいんですよ。なので、綺麗に茶色く焼きたいときは、上白糖が入ってるといいと思います。日本料理とかでこう照りとか出したいときも上白糖を使うんですけど、お菓子の場合も、もし照りとか出したかったら、上白糖がおすすめです。はい。これ今砂糖が馴染んだ状態ですね。こうなったら、卵を入れていきたいと思います。で、さっきの
お話もしたんですけど、有塩バターじゃダメかっていうと、有塩バターは塩が結構均一に混ざっちゃってて、味がちょっとぼやっとしちゃってるので、なるべく無塩バターを使って塩は後入れにしてください。マーガリンとかショートニング使ってもらってもいいんですけど、僕はちょっと苦手なんで使わないんですけど、変えていただいても作れると思います。もし甘くないクッキー作りたいとかっていうのがもしあって、砂糖を減らしたいとかあるじゃないですか。で、なるべく砂糖は減らさないでもらった方が綺麗に形ができるんですけど、甘さに甘味度っていうのがあって、お砂糖とか蜂蜜とかって甘さの量が違うんですね。で、トレハロースとか甘さが全然感じないものだったりとか、さっきの上白糖は甘味度が強かったりするので、できれば砂糖よりも皆さん甘味度調整してもらうことによって甘さが弱まるので、そこは甘味度っていうのを調べてやってみてください。じゃあ次作っていきます。はい、この後今これバターと砂糖なんで油分なんですね、油分。そこに卵を加えていきます。卵は全卵黄1個分ですね、入れていくんですけど、卵黄だけじゃダメかって言われると卵黄だけでも全然 OK です。卵黄だけだと油分と卵黄油分なんですごい綺麗に混ざります。で、これ卵白は水分なので、皆さんこれをちょっとずつ分離しないように入れてっていうのは、卵白がこう水分なんで分離しちゃうんですよ。なので今やってる作業は、油と水分をこう混ぜといてあげて、卵白が綺麗に混ざるように攪拌してます。ちょっとずつ入れるっていう理由も、水分が分離しちゃうんで、こうやってちょっとずつ入れるっていう混ぜ方をしています。で、もし、卵白だけで作ることもできるんですよ。卵黄だけでもできます。卵白だけで作ると、皆さん卵白茹でたことあると思うんですけど、結構白身の感じになるじゃないですか。で、全然しっとりしてない、こうちょっとパサッとした状態なんですけど、クッキーも現象が起きます。もし卵白だけでクッキー作りたい、卵黄入れたくないっていう、なんか謎のこだわりが必要だったら、レシピ上に違う油分入れてもいいかもしれないです。オリーブオイルとかサラダ油とかを入れて卵黄の代わりにしてもいいと思います。で、逆に卵黄だけで作る場合は、ちょっとこう、サクッとした食感と油っぽさがすごくあるクッキーになると思います。で、卵黄だけで作りたいんだけど、油っぽさいらないってなったら、バターとかを減らしたらいいんですね。そうすると、サクサクするんだけど、油分は減らしてるので、卵黄だけで全然作れます。その代わり、バターとかを減らしてしまうと、バターを焼いた時の香りとかが抜けちゃうので、その辺を考えながらレシピを調整していってください。はい、これちょっとずつ繋いでいくんですけど、もし卵全く入れたくないですよとなった場合は、僕もレシピあるんですけど、もうこのまんまこのレシピで卵を入れないでください。そうすると何が起きるかっていうと、今話した2つの作用が全く働かないので、結構ボロボロのそぼろ状のクッキーができます。なので、それが嫌だったら焼いても固まる素材を入れることによって固まってくれるので、例えば卵入れたくなかったらチーズ入れても大丈夫です。そうすると焼いたら固まるので、何か焼いたら固まる素材っていうのの枠組みで代替品を入れてもらえると綺麗にできると思います。はい、これ今卵混ざった状態ですね。で、この後ここに粉を一気に加えていきます。はい、これ今加えたんですけど、全然焦らずにこの後混ぜてってください。で、もし分離しちゃったら、もうそれも気にせずに粉入れて大丈夫です。じゃあ分離したままやったらどうなるのかっていうと、焼いた時にクッキー同士のこのつながりが弱くて、ちょっと割れ目が入ったりとか、ボロボロとした生地になります。なので、もしボロボロとしたサブレっぽいのを作りたかったら逆に分離させるっていうレシピがあっていいと思うんですよね。今回は万能型でちゃんと綺麗に混ざって伸ばしたりもできるようなレシピなので、しっかり分離させずに粉も加えていきます。はい、これ泡立てることなくこうなじませていけば全然いいんですけど、もしこのクッキーのレシピをチョコレート味にしたかったら、薄力粉ですね。薄力粉の部分を一部ココアに変えてください。だいたい置き換えで 5% から 10%、20% いくと結構苦くなるんですけど、置き換えてください。それ以外だったら抹茶の味が作りたかったら同じ考え方です。ただ抹茶は味濃いので、5% ぐらいから始めて好みを見てもらったらいいと思います。あとは紅茶のパウダーとか、あとシナモンとか、そういったものはこの段階で入れてもらえると味がして美味しいと思います。はい、これ完全に混ざりました。いい感じです。
で、これ今バターで作ったんですけど、もしバターが嫌だって言って全部サラダ油とか、その油分で作るとどうなるかっていうと、サラダ油って常温で固まってない油じゃないですか。今回のポイントは、ショートニングでもマーガリンでもいいんですけど、常温で固まってる油だったら置き換えできます。サラダ油入れて作ると、べちゃべちゃのなんか揚げたせんべいみたいなのができちゃうので、それはやめた方がいいと思います。これをこの後ラップで包んで、冷蔵庫で30分以上ですね。一番いいのは2時間ぐらい休ませるといいんですけど、休ませていきたいと思います。バターってこれ今自由に混ぜることができちゃうじゃないですか。これの今の温度帯ってだいたい13度から18度って言われてるんですよ。それバターには可塑性っていう、こう柔らかく扱いやすい状態にできる性質があるんですね。なので、バターの温度は冷蔵庫から出したてじゃなくて、常温って言ってるのは13度から18度を狙ってるので、だいたいレシピには常温って書いてあると思います。じゃあこれ、この後冷やしておきます。はい、これ冷蔵庫でラップで包んで休ましておいた生地なんですけど、少しだけ常温に置いて、この後伸ばしていきます。で、ラップにくるんだ状態でジップロックとかに入れてもらえれば冷凍もできますので、ぜひそのまま貯めておいてください。で、今日はちょっと分かりやすいように透明のフィルムを用意したんですけど、キッキングシートで挟んで、これで伸ばしていってもらえると、こうやって綿棒で伸ばすんですけど、そうすると、なんか余分なこう打ち粉とかをいっぱい打たなくても、生地さえしっかり冷たければ、こうやってくっつかないで伸ばしていけるので、ぜひそのやり方やってみてください。で、今日は、これたまたま定規、これ100円ショップの定規なんですけど、2本買って、この厚さ、この定規の厚さに伸ばそうかなと思います。これをこうやって置いてあげて、綿棒ですね。これを、要は、こう、どんなにやってもこの定規よりも薄くはならないっていう作戦です。で、これ伸ばして、ちょっとだけ上下残しといて、横にずらして、で、また伸ばしていくと、この余分なところが上下に行くっていう。これを繰り返して伸ばしていきます。はい。伸ばせたので、これちょっと今温度上がっちゃってるので、30分ぐらいですね、冷蔵庫で冷やして、この後型で抜いていきます。これ、タルト型なんですけど、皆さんこうやって手で押し込んでいくじゃないですか。で、結構難しいんですよ。で、これちょっとハケなんですけど、これちょっと食品入っても見えるような色ついてるんですけど、普通のハケで、この余分なところを持って、こうやってね、押していくと、わかります？こう型に敷き込めちゃうんですよ。この角の部分難しいじゃないですか。指で一個一個押さえていくの。でちょっと最初これ今全体分かりづらいと思うんですけど、このまま押した後破けちゃうんで、少しだけ生地持ってあげて、で、今、やんわり入った状態です。で、この後しっかりこれで角、結構ね、こうやって力入れて大丈夫なんです。角をこうやって取ってあげて、側面のこの模様も、こうやって力強くっていうか、結構しっかり押してあげる。そうすると、生地が角と表面にめちゃくちゃ綺麗に入ります。はい、一周できましたと。そしたら、これ余分な部分ですね。これ綿棒でも包丁でもいいんですけど、こうやって取ってあげる。で、これはまだ使えるんで、絶対取っといてください。クッキー抜き型にも使えますし、冷凍できるんで、取っときましょう。で、今これちょっと雑に入ったので、これでもう一回指で、ちょっと膨らんでる部分こうやって押さえてるだけで。親指で。こうやって。今、この辺をこうやって指で押さえてるだけです。で、僕、親指の方が面がでかいんで、こうやって押さえてます。でもわかります？これ角が、わかりづらいかな。角がね、すごい綺麗に入るんですよ。こうやってやってるんです。どんなに乱暴にやっても、どんなにって限度があるんですけど、これ僕今左手はこうやって回してるんです。模様綺麗に入ってます。
これを焼いていきたいと思います。はい、これ冷やしといた生地なんですけど、抜いていきたいと思います。ハート。なんでもいいんです。いい感じです。で、これね、いい生地は、こう角とか結構この段階で綺麗に出てるんですよ。こう見えますよね。これがだれてないっていうのが結構ポイントです。はい、これでこの後焼いていきます。さあ、焼けました。めちゃくちゃいい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、できたやつ食べてみたいと思います。めちゃくちゃいい感じですよ。うまい。こういう、もうシンプルなクッキーを上手に作れる人っていいですよね。めちゃくちゃ美味しいですよ。ポイントのおさらいですね。で、もうポイント全部動画内で言ってます。もう一回おさらいで見てください。で、皆さんこれでオリジナルのレシピ多分作れるようになったと思います。食感の変え方とか、なんでこの粉を使うんだっけってことも分かったと思います。皆さんぜひ作ってみてください。最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。